ご視聴ありがとうございます。今回はリング外形の薄いメガネレンチを探したって話です。オートバイのブレーキエア抜きをするのに使える道具を探してました。対象はこれ、ブレンボの旧カニと言われるキャリパーのエアブリードボルト。すぐ隣に板状アダプターがありましてクリアランスがないのです。もう本当に狭くて普段エア抜きに使うスタビレのディープオフセットは入らず、メインに使っているスナップオンのコンビも入りません。またホイール内側に入り込んでいるため長い道具は扱いにくく、仕方がなく短いオープンエンドで作業をしていましたが、やりやすくはないのです。ブリードボルトから工具が外れてしまうので一人でやってるとなかなか厄介ですから、リング外形の薄い道具がないかなとなってたんです。で、まず最初、肉が薄いと言われることの多いハゼットの 610N を試してみることにしました。ほんのわずかにオフセットした一風変わったストレートメガネです。実は先にメーカーのホームページでリング外形は確認をしていまして、小さいは小さいんですけどずば抜けて小さいわけではないというのは見てました。しかし昔から憧れていた道具というのもありまして、もしかしたら実物ワンチャン薄いんじゃないかと期待も込めて今回理由をつけて買ってみました。外観がこちらです。ハゼットらしいガサッと乾いた梨地。手にすると油分持っていかれそうな印象で、いかにもできそうな道具という雰囲気です。ちょっと前に手に入れたハゼットのソケットがやたらとビカビカしていたことがあったのですが、今回の 610N はいつものハゼットな仕上がり。刻印や模様の段差はしっかりめにエッジが効いていて、手が切れちゃうってほどではないですが、滑り止め効果が期待できそうな手触りです。横から見ますと少しだけ曲がっているように見えます。ハゼットのレンチって使うに支障がないわずかな反りがあるもの多いイメージがあるっすね。リング部分がこちら。オフセットというのか片側に寄せられて作られてます。これも今回選んだ理由の一つで、このオフセット分で障害がかわせるということがありそう。目的であるブレーキのエア抜きにはとても使いやすそうなフォルムで良いデザインだなと感じました。質感のためかリングは薄く見えますが、測ってみますと激薄ってほどでもないです。またこの個体は公表されているスペックよりもわずかですが厚くなっていました。さて、旧カニブレーキのエア抜き作業、結果として 610N ギリギリ使えない判定となりました。すぐ横の板状アダプターにわずかに干渉してしまいます。こんな具合で奥までしっかりとはかけられなかったっすね。当たりながらも半分ほどネジにはかかりますので作業はできました。トルクのかからないエア抜きはこれでやって、最後はトルクレンチを使って本締めをしています。今回は板状類にステンレスを使っていたので、ちょっと当たりながらでも良いかとやりましたが、アルミを使う場合傷入れてしまったり変形したりがありそうなので 610N は使わないっすね。しかしせっかくの 610N お蔵入りになってしまうのが嫌で、ブリーダーボルトを2面幅 10mm の小さいのを発注するという本末転倒な結果となりました。610N の名誉のため言っておきますと、この旧カニが特殊なんだと思います。新カニと言われる新しいキャリパーならばブリーダーはややこしくない位置なので、この 610N はおすすめ。普段使いにも良い選択に思います。リング外形は事実薄い方ですし、形からも持ちやすい。変にかばっているとか持ち上げているわけではなく、純粋に良い道具だと思うっすね。サイズの組み合わせだけは好みがあるかも。1ミリ違いの最近よく見る組み合わせですから、持ち運ぶ道具の量を減らしたいって場合は候補から外れてしまうかもしれません。610N ショートストレート、私は気に入りまして、他のサイズも買い足していきたいですね。エア抜き用の工具に話戻しまして、使えないで終わりってわけにはいかず、手持ちのレンチでいけるのないかと、あとは各社のホームページの情報などから多くはないですが調べてみました。そしたらスナップオンのロングメガネがなかなか薄いという想像もしない結果となりました。これ奥までしっかりと入ります。
スナップオンはコンビで試してダメだったので、この辺も同じかちょっと熱いだろうと思い未確認だったのです。もったいなかったですね。これは熱くなったと言われる比較的最近の製品で、しかもロングですから強度的に高めるため熱いかと思っていたらシブ1のソケットほどに薄く。その時点が同じスナップオンのハーフムーンレンチ。こちらもリング外径は 16mm 未満と結構優秀です。こちらはギリギリアダプターに当たっているかもしれませんが、作業できるってレベルです。ロングメガネでは作業性が激悪なので、ハーフムーンが今のところの正解ですかね。最近は値段が高すぎるとか、保証が弱くなったとか、道具屋じゃなくて金融会社になっちゃっただとか、いろいろと言われることの多いスナップオン。以前ほどプロップスが得られてないようにも感じますが、こういうところに気づくとやっぱいいなと思ってしまうこともあり、私は未だに好きっすね。ただ期待してスナップオン、ショートメガネをお店で見せてもらったら、リング外径は全然大きくてってなったこともお伝えをしておきます。スナップオン進めるかというと、やはり円数さんやハイブランド志向の方向けになっちゃうっすね。コスト的に厳しいものはありますし、今回はグッドリッチというブランドのブレーキ部品を使っているのですが、これ外径が結構小さく作られていますので、なんとかスナップオンが使えたって感じもあるんです。他のブランドのブレーキラインを使う場合、スナップオンでも干渉する可能性は十分にございます。今回の場合は強引ですけど、スペシャルツールを作ってしまう。リーズナブルな道具を買ってきて外径ちょっと削ってしまうというのが進めやすい方法かと思います。それから他で惜しかったのが、メガネからちょっと外れますがゴースルーのソケット。これはシグネットのボルテックスソケットというやつで、外径はクリアしたのですが、この段差で引っかかり奥まで届かず、結局はダメでした。段差がもっと奥に行くとか、形がブラッシュアップされれば使えそう。他社品のゴースルーであれば使えるものもありそうです。今後何か使えるもの見つけたら報告をしていきたいです。リング外径の小さい短めメガネレンチやその他の道具、今回の作業で使えそうなおすすめございましたらコメントでぜひ教えてください。11mm のラインナップがあると喜びます。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。